はい、どうも、みんな大好き社会不適合者のギョアです。適当に相槌を打つためだけが存在意義のシリカです。さて、今回は屋根のトラス構造を作っていきます。割と最初の方でトラスの計算をしたわけなんですけども、これが、役に立ってくる段階に入ったというわけですね。僕自身、僕は建築に携わった経験が皆無なわけですけども、果たして無事に建物を作れるのか。作れたから動画にしてるわけですが。というわけで、実際にトラスを作っていきます。設計計画編で断片的にそのトラスの計算方法を紹介しているので、よかったら見てください。詳しく知りたい人は構造力学とか、あと、部分構造分割で、検索してみてください。いろいろ出てくると思いますよ。実学はありがたいですね。屋根を作る上でどのように垂直を出すかという原理的な話。さて、前回の動画とかでは、梁と、あとそれを支える支柱を取り付けたわけなんですけども、この状態では当然、垂直は出てないわけですね。その、部材同士の取り付け位置が合っていたとしても、その部材の空間的な位置が間違っていたら垂直が出ないわけです。でしょうね。それなので、トラスを作りつつ、その部材の垂直を出していくわけです。難しいことは、何もしませんね。あれですよ。端的に言えば、斜辺が5、あとは、それ以外の辺が、3、4の比率になるように、角材を打ち付けていけばいいわけです。皆さんご存知ピタゴラスの定理ですね。ピタゴラスの定理。紀元前から使われていたぐらい、有名な定理ですね。シュメール人も知ってますし、ピラミッドの建設などにも使われていました。ちなみになんですけど、その三角形の辺を3、4、5にすると直角が出せるっていうのは割と有名な話で、大工さんのは3、4、5っていうらしいですね。屋根のトラス構造の詳細。それでどのようにしてトラスを構築するか、これについてなんですけども、こんな感じでイラストにしてみました。全体的に見るとごちゃごちゃするので、一つずつ見ていきましょう。まず A 方向から見た図ですが、左右の支柱にトラスを設け、真ん中の支柱は、トラスで固定されて左右の支柱によって支えられているわけです。そして B 方向から見た図ですが、支柱によって隔てられた梁をトラスで補強します。そして斜めから見た図ですが、こんな感じで支柱ごとにトラス構造を足している感じです。立体構造なので、当然、X、Y、Z、これらの軸に加わるいろんな力に耐えていく必要があるわけです。そして、この垂直方向の力っていうのは、前回、前々回で組み立てたこの支柱っていうのが、受けてくれるわけですね。そして、垂直方向はそれでいいんですけども、水平方向の力っていうのは、トラスがないとダメっぽいです。当然なんですけど、コースレートを斜め打ちにしているだけなんで、当然、バキッてしまうわけですね。つまりトラスっていうのは構造物のその水平方向の力を受け持つという役目があるわけで、釘による締結が望ましいわけです。あとは、木材っていうのは、引っ張りよりも圧縮に強いということも頭に入れておくと設計がはかどると思います。コーススレッドや木ネジは軸方向に対して強度を発揮するように設計されています。材質は硬めの炭素鋼などです。特にコーススレッドはねじ込みやすくなるように直径が細くなっており、かつ引っ張りに強いです。しかし、先端力には弱く、横方向に衝撃が加わるとちぎれやすいです。一方手作りの材質は変形しやすい軟鉄であり、軸に垂直に加わる力に対して変形しながら受け持つことができます。というのが、一般論なわけですけども、コースレッドっていうのは締結力が強いので、当然木材同士を押し付けてるわけです。それなんで、その木材同士の摩擦力で、この摩擦力が横方向の力に対抗するっていうこともできるわけです。つまり、横方向に力が加わったときに、コースレッドの場合は、コースレッド単体に力がかかるわけじゃなくて、その周辺の木材にも力がかかる。横方向のスライドする力がかかっているという、かかるので、結果として、強くなるのではという、考えもあったりします。ただ、コースレットの場合は、破断するときは一気にバキって破断するっていうことは、頭に入れておいた方がいいと思います。実際の作業の様子。こんな感じで、作業を進めるわけですが、この
写真とかで示してる感じで、ひたすらこう木材に、木材を切り出して釘を打ち付けていくわけになります。あれですよ。誰でもできそうだし同じ結果になりそう。つまり、動画映えしないわけですね。言い換えると、必要十分な時間と体力、あとは資本みたいなのがあれば、誰でもできるわけです。文化祭とかでありがちな人数でご利用ししたモザイクアートみたいなもんです。教師によるおなじみの強制労働ですね。個人的な考えなんですけども、人数でご利用ししたモザイクアートに、自作した小屋の方が、圧倒的に役に立つし、その作業自体を考えてもやっぱりご利用しアートよりも楽しいですね。ところで、これ個人的に思ってることなんですけど、教師ってなんでアフリカとかを支援したいっていう目的のもと、ペットボトルのキャップを集めさせたりとか、あと、なんで生徒にタダで千羽鶴を折らせて被災地に送りつけたがるんですかね。アフリカを支援したいなら普通に募金すればいいだけだと思うんですけど、なぜかそれをやりたがらずに、ペットボトルのキャップを集めたりとか遠回しなことをやってるのを散見するわけで、僕は普通に募金すればいいのになぁと思います。あと千羽鶴もあれなんですけど、被災地に千羽鶴を送りつけるぐらいなら普通にバッテリーなり回路なり送った方が良くないですかね。個人的な考えなんですけど、そういうのって子供の能力はただと思ってそれ個人的にムカつきます。私の調査結果によると、学生がボランティアを行う動機の7割が世間体や内申点によるものであり、心から自主的にやりたいとは思っていない模様。調査してないんですけどね。そんなこんなでトラスを作っているわけなんですけども、先ほどからうざいぐらい主張している通り、この動画にて実施している内容っていうのは技能は必要ないわけです。脚立に座ることができて、ハンマーを振って釘を打つことができたら誰でもできます。あと木を切る必要もありますけど、やってみたい人はやってみるといいと思いますね。個人的主観なんですけども、この工程とかって技能が必要ない割に、ペットボトルのキャップ集めよりも得られるものって多い気がするんですよ。なんでみんないろいろ挑戦してみて、意見とかくれたらいいなって思ってます。結局個人の自己満足に終始しているので、みんながそのやりたいことを実践するあれにつながればいいかなと勝手に思ってますけど、よろしくお願いします。以上、ご視聴ありがとうございました。